東京駅は明治を代表する近代建築の一つと言われています。大正3年の竣工で、当時は中央停車場と呼ばれていました。この建物の設計は辰野金吾でした。明治を代表する建築家の一人です。辰野金吾の作品は公共施設に多いですが、近年の調査によると発電所の建築にも多く関わっていることが分かりました。今回は少しマニアックな辰野式建築とその建築秘話を紹介したいと思います。猪苗代第一発電所は大正3年に竣工した日本最初の長距離送電を実現した有名な発電所です。現在は建て替えられていますが、当時の第一発電所は辰野金吾の設計によるレンガ造りでした。発電所に求められる高い耐久性から辰野金吾の設計が採用されたとも言われています。猪苗代第二発電所は猪苗代第一発電所に次いで大正7年に竣工しました。現在も稼働を続ける辰野金吾の発電所の一つです。レンガ造りの優雅さよりはブロック状の建設様式が印象的です。この建設方法は送電設備などのメンテナンスを考慮して曲面の採用を減らして作業効率と安全を考慮した設計とも言われています。この他に発電所に隣接する水抵抗室の建物も辰野金吾の設計によるものです。現在は物置として利用されているそうです。また浄水槽の管理小屋も辰野金吾の付属設備と言われています。それと下流の第3、第4発電所も当時のデザインを施していますが、これは辰野金吾の作品ではありませんでした。第3、第4発電所の設計は東京電灯の設計によるもので、辰野金吾が嫌うコンクリート建築が採用されていました。当時コンクリートにおける耐久性が低いことに辰野金吾は早くから問題視していたため、コンクリートの採用は極力避けていました。辰野火災事務所の開設当初の建築物が近年当時の資料を調査したところ、古川工業に多数残されているのが確認されました。その一つが古川電気工業の工場の外れの別倉発電所のことです。別倉発電所は明治38年に竣工で、日本最初の 11kV 仕様の発電機を採用した歴史ある発電所の一つとしても評価されています。発電所の装飾を見ると東京駅のような丸窓、アーチデザインが特徴的です。辰野金吾の初期の作品で明治時代の現役設備は今のところ別倉発電所のみと思われます。また同じデザインの建物が発電所の裏山に残されています。当時は開閉所として使用されていましたが、現在は電線の中継地点として利用されています。これも同時期に建設されたこともあり、辰野金吾の作品の一つではないかと思われます。しかし一時期は取り壊しも検討されましたが、地元の方が説得したことで取り壊しを免れたと言われています。発電所の裏側の斜面に廃墟の発電所が残っています。これが舗装第一発電所です。明治39年、古川工業最大出力の発電所として緊急で建設されました。当時は足尾銅山の電気設備を促進させた発電所として高く評価されていました。デザインは別倉発電所と類似していますが、建屋裏側は木造建築が併設していました。設備も従来の小型発電所とは異なるため、広めに設計されています。しかし、出力増加と設備増設が重なり、下流に現在の第二発電所を建設することになり、
発電所は順次引っ越しをすることになりました。その際、発電所の床に水圧鉄管を通すことになり、まさかのぶち抜きをしました。日光発電計画の一つとして、一時的な電力不足を解消する緊急設置として、舗装第一発電所が建設された経緯があります。そのため、第二発電所の建設が開始されると、鉄管を通すために第一発電所内部を通り、第二発電所に接続される奇妙な発電所でもありました。その後、設備の合理化から移設が完了し、昭和11年に廃止されました。現在も古川工業を支えた発電所として、随分と朽ち果てていますが、そのまま残されています。明治43年、日光発電計画の最重要部として舗装第二発電所が建設されました。従来の小型発電所とは異なり、3倍の設備を導入するため、辰野金吾の作品でも、猪苗代第一発電所と同じ規模になりました。昭和36年から発電機の大規模改修に伴い、建物の一斉改修により、現在の建物になりましたが、当時の辰野式建築のアーチ窓などは、ところどころに残っています。発電所の設備になると、設備の入れ替え、耐震基準、テロ対策の関係から建物の取り壊しが必ず行われます。小規模な発電所であれば、そのまま残されますが、規模が大きくなると、当時の建物を維持するのは経済的ではありません。こうした観点から完全取り壊しをするのに対し、古川工業の建物は部分改修を続けながら、当時の姿を残しているのが、歴史好きなマニアからすると、非常にありがたいことです。掛水クラブを聞いたことはありますか？来客する財界人をもてなすために、明治32年、迎賓館が建設されました。これが掛水クラブのことです。この建物に隣接して、当時は事務所がありました。古川工業の鉱山事務所です。2階建ての西洋建築ですが、辰野金吾の作品ではありません。正確には、辰野金吾からアドバイスをしてもらい、辰野式建築を導入した建物です。辰野式建築というと、レンガ造り、特徴的な石材を使った窓など、明治期の西洋建築を代表するものが多いですが、鉱山事務所にはそれが見当たりません。しかし、窓のデザイン、屋根のデザインは辰野式建築を取り入れているのがよくわかります。こうした設計、デザインは、古川工業の工務部の職員による設計ではないかと思われます。現在も掛水クラブ横には、レンガ造りの倉庫があります。ここにも似たようなデザインで、事務所の窓枠のデザインと類似していますが、辰野金吾のデザインと少し違う感じがします。建築構造が似ていますが、辰野金吾の設計を真似たのと、構造設計にアドバイスをした証ではないかと思われます。この鉱山事務所は、大正10年に足利市に払い下げられ、市庁舎として移築されました。昭和40年頃まで使用されましたが、残念ながら老朽化に伴い解体撤去されました。当初は愛知県の明治村に移築する話も浮上していましたが、財政が厳しいことから断念されたそうです。現在、鉱山事務所は古川工業150周年記念で、古川一兵衛の鉱山事業に対する信業僭越を象徴する証として、足尾銅山記念館として目下再建中です。現在撤去されてありませんが、辰野金吾のデザインが最も色濃く表現されていた建物がありました。通道動力所と呼ばれ、明治35年頃に導入された削岩機の電源設備として建設されました。建屋は平屋建てで、隣接する建屋にコンプレッサーなどの電動機が設置されていました。本山動力所と異なり、
建屋はレンガ造りでした。建屋も増改築を続け、変電所を兼ね備えた大型の動力所に変更されましたが、徐々に設備の合理化から取り壊され、木造の簡易型の倉庫にされてしまいました。現在、新那市発電所の解体と同時に基礎から撤去されました。少しマニアックな辰野金吾の作品はいかがでしたでしょうか。なかなか近代建築の中でも近寄りがたい設備と日の目を当たらないだけ知名度も非常に低いと思います。辰野金吾が発電所、さらには足尾銅山の建物を担当したのは開業して間もないため、資金繰りのために設計したとも言われています。足尾銅山に残る設備は現役設備が多いだけに老朽化防止で建て替えが必ず行われます。そのため近代建築認定を受けるには運用の関係上難しいと思いますが、記録を取れたことが今回は良かったです。皆さんも身近な建築物に興味を持つとまた別の世界が見えるかもしれませんよ。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。